皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日は私がどうして3年前から英会話の勉強を始めたのか皆さんにお話ししたいと思います。理由は主に3つあります。1つ目は海外旅行をするたびに後悔していたからです。私は大学生になってから初めて海外旅行をしました。そこから海外の文化とか習慣とか何か日本と違うところを自分の目で見て何かを感じるとか何かを学ぶということがすごく好きになりました。でも一つ問題があって、私大学生の時に中国語を勉強していたので、中国語が使える場所なら旅行の簡単な会話だったらできるんですね。でも英語圏、英語しか使わないような場所だと本当に英語が話せなくてすっごく後悔していました。毎回その英語圏とか英語を使う国に行って旅行して、やっぱり話せないなと思って日本に帰国するということが本当に多かったんです。でも日本に帰った後、よし、これから英会話勉強して次旅行するまでにはできるようになろうって毎回思うんですけど、なかなか仕事の後英語を勉強できる学校に行く時間がなかったり、独学で勉強しようと思ってもなかなか続きませんでした。私が大学生の時にもオンラインで英会話が勉強できるっていう学校のようなものはあったんですけど、スケジュールが決まっていたり、あとは毎日受けられますよっていうフリープランみたいなものがあって、で、一回やったことがあるんですけど、毎日受けられるからこそ、今日はいいや、明日やろう。で、また次、来週やろうかな。っていう風になかなか自分でスケジュール管理ができなかったんですね。でも3、4年前から iTalki で英会話のレッスンを受け始めて、そこは本当に自分のスケジュールに合わせてレッスンを受けることができるので、本当に今でも受け続けることができています。次、2つ目です。試験のためじゃなくて英語で会話がしたいと思ったからです。さっきも話したように、私は旅行で英語を話すことができなくて後悔していました。でも、じゃあ実際に自分が今までどういう英語の勉強をしていたのかというと、大学受験のためだったり、TOEIC を受けるための勉強をしていました。私は日本語教師として今教えているので、すごくよくわかるんですけど、やっぱり試験のための勉強と会話をするための勉強って違うと思うんですね。試験だとやっぱり問題をたくさん解くとか、見てわかるようになるということが中心だと思うんですけど、会話っていうのは誰かが話していることを聞いてすぐに理解して自分も自分の考えとか意見をすぐ言えるようにならないと会話って続かないですよね。でもそれって試験のための勉強とは全然違うと思います。もちろん文法とか単語を知っている必要はあるんですけど、インプットだけしても実際に話せるようになるかというと、私はそうではないと思います。自分自身も話す練習をしないと上達しないと思うんですよね。これは英語や日本語だけではなく、どの外国語もそうだと思います。で、私も、やっぱり英会話ができるようになるには、自分も話さないといけないなと思って、3年前から英会話のレッスンを受け始めました。私はこの3年間、2週間に1回か、もう少し時間があるときは1週間に1回、1対1の英会話のレッスンを受けています。先生は英語のネイティブスピーカーです。
私が使っているのは、さっきもちょっと紹介した iTalki というオンライン語学学習プラットフォームです。ここで英会話の練習をしています。私は毎週仕事のスケジュールが違うんですね。例えば、今週の月曜日は夜8時から9時まで空いていたとしても、来週は出張が入っているかもしれないし、何か他の仕事があってできないということもあります。だから、曜日とか時間が固定されているレッスンとか、あと毎月決まった金額を支払う必要があるレッスンを受けるのはちょっと難しいんですね。でもこれって多分私と同じような人がたくさんいると思います。仕事だけじゃなくて、例えば学生さんとかでも、夜はちょっと時間がないとか、あと、すごく朝早い時間だったら受けられるけど、なかなかそんな早い時間から、授業を受けられる学校がないとか、あとは育児や家事で忙しくて、なかなか決まった時間にレッスンを受けるっていうことができない人もたくさんいると思います。でも、iTalki は自分の好きな時間に好きな場所でレッスンを受けることができるので、スケジュールの調整がしやすいと思います。iTalki では日本語ももちろん勉強できます。iTalki には3万人以上のネイティブスピーカーの先生がいるので、自分のレベルやスケジュールに合わせて先生を選ぶことができます。レッスンは1対1なので、周りを気にせず、自分のレベルや目標に合わせてレッスンを続けていくことができます。私今日ちょうどこの後英会話のレッスンがありますので、ちょっと皆さんにそのレッスンの様子をお見せしたいと思います。ちょっとパソコンがある部屋に行きましょう。はい、これから英会話のレッスンを受けたいと思います。Hello, Kane. Hello, Ellie. Yeah. How are you doing today? I'm fine, and you? I'm actually doing very, very well. Today, I'd like to talk about sleep. Mm-hmm. Please ask me some questions. Of course, yeah. All right then. About sleep. All right, Josh. So, in that case, tell me, Akane, are you a morning person or a night owl? I'm a morning person. I Right. usually get up around 6:30 and start work at 7:30. So early. Oh, really? Yeah. Are you a morning person or a night owl? For me, when I was younger, I was definitely a night owl. I would go to bed like at maybe 2 o'clock in the morning. Wow. Yeah. But now I would say I'm a morning person. I try to wake up every day at 6 o'clock. Yeah. But tell me though, Akane, so usually like every day, like how many hours do you usually sleep at night? My average sleep time is 7 hours. Oh, very healthy. But what about like sleeping on a plane? Are you able to like to sleep like in cars or on planes or anything? I can't sleep much on planes. Really? For example, on a 10-hour flight, I only get about 2 hours of sleep. Oh, So when I'm on a plane, I watch movies, write a script of podcast. 終わりました。次回のレッスンの予約をしたいと思います。レッスンの予約はとても簡単です。コースと時間を選んだら、レッスンの日時を選択します。確定するを押したら予約完了です。私は毎回先生が直してくれた文章とか単語をノートにメモして一回復習をして、でまた次のレッスンの直前にまたそのノートを見返すということをやっています。やっぱり一度じゃ覚えられないので、何回もノートを見て、そういえば先週はこんな会話をしたなとか、私はこんな単語が言えなかったんだなとか、そういう復習にもなりますので、やっぱり見返すとか復習するっていうのはすごく大事なことだと思います。
私はトピックによってはまだまだ英語で話せないこともたくさんあるので、だいたいいつも何を話そうか事前に決めて、そのトピックに関する単語なども少し調べてからレッスンを受けるようにしています。もしトピックが自分で思いつかなかったら、先生と相談することもできると思いますので、もしこれから iTalki でレッスンを受ける方はリラックスして受けてください。皆さんも自分の好きな時間に、好きな場所でネイティブスピーカーの先生と一緒に会話の練習をしてみませんか？日本語の会話を練習したいけど、なかなかチャンスがないっていう人、ぜひiTalki で練習してみませんか？今回、初めてiTalki でレッスンを受ける人には特別なクーポンがあります。この動画の概要欄にあるプロモーションコード AKANEJAPAN あかねジャパンを入力して10ドル購入すると、最初のレッスンで皆さんは5ドルもらうことができます。先着50名が使えるクーポンになっていますので、すぐに概要欄をチェックしてください。最後、3つ目の理由です。日本語の先生として仕事の幅を広げたいからです。私は今はフリーランサーとして仕事をしています。日本語学校とかオンラインでは日本語で日本語を教えているので、英語を話す機会は本当に少ないです。YouTube でもこうやって日本語だけで話すことが多いですし、何かを説明するときもだいたい日本語を使って説明しています。もちろんこのスタイルは変えたくないんですけど、でも自分の仕事の幅をもっと広げて、もっといろんな仕事に挑戦したいと思って英会話を受け始めました。で、英会話を始めてから良かったなって思ったことがたくさんあって、そのうちの一つが、こうやってね、海外の会社から案件をもらうことが本当に増えました。で、今までの私だったら、英語でメールが来たら、もうそれだけで、もう私には無理、できないって思ってたんです。だから、本当に4年前、5年前、英語で仕事をいただいても断ってました。ほとんど断ってました。でも今はそういう英語のメールで仕事の依頼が来ても、もちろんわからない単語もあるんですけど、でも前よりも本当に英語に対する抵抗がなくなったので、英語で仕事が来ても、じゃあやってみようっていう気持ちになれます。はい。これは本当に英会話始めてから変わったなと思いました。メールって別に会話ではないんですけれども、やっぱり1週間に1回でも2週間に1回でも英語に触れる機会があるので、やっぱりそういうメールが来た時にも今までよりは抵抗がなくなったと思います。で、あと、これも本当に大きな理由なんですけど、日本語を教えてるというふうに周りの人に言うと、英語が話せるんですね。すごいですねって言われるんですよ。かなりの確率でそういうふうに言われます。やっぱり日本語を教えるっていう仕事を知らない人にとっては、外国語を使って日本語を教えているっていうイメージがあると思うんですよね。で、そういう人ももちろんいます。実際に英語とか中国語とか他の言語を使って日本語を教えていらっしゃる方はたくさんいるので、もちろんそういうイメージで合ってます。でも、私みたいに日本の日本語学校で文法とか教えてる先生っていうのは、おそらく日本語しか使わないっていう人が多いと思うんですよね。もう学校のルールでそうなってる。日本語以外の言語は使わないっていうルールになってる学校もあると思います。全部じゃないと思うんですけど、私の学校はそうなんですね。私が働いている日本語学校はそうで、クラスにいろんな、国籍の学生がいるので、英語がわからない
学生もいるし、もちろん中国語がわからない、韓国語がわからないっていう学生がいるので、授業は基本的に日本語しか使わないっていうルールになっています。だから私は仕事ではほとんど日本語しか使わないのに、周りの人からは、あ、英語できるんですかって言われて、それが結構コンプレックスだったんですね。なんか本当にできなかったんですよ。本当に喋れないから、なんか単語とかはわかるんですよ。皆さんもそういう経験ありませんか？こう会話してて、あ、この単語はこうだってわかるんだけど、じゃあその単語をどうやって使うのか、文章を作るときにどこにその単語が入るのかわからなかったり、あと私の場合は英語って主語の後に来る動詞が変わるじゃないですか。だからその動詞が変わるとかっていうのは理解できてるんですよ。で、見たらすぐわかるんですけど、それを会話の中ですぐに自分で変換するっていうことがなかなかできませんでした。だから本当にずっとコンプレックスだったんですね。私は英語ができない。英語が話せない。もう一生そのままだって本当に思ってました。で、大人になってからとか、あるね、一定の年齢を超えたら、もう外国語勉強しても身につかないかなとか、うまくならないかなって思ってたんです。でも、私が教えている生徒さんが、本当にもう、例えば40代から日本語を勉強し始めた人とか、50代から日本語を勉強し始めた人がいて、そういう生徒さんたちを見て、実際に今話せるようになっているし、すごく勇気をもらいました。年齢で諦めるのってすごくもったいないなって思いました。しかも、やってから、あ、できないんだなって思うんじゃなくて、私の場合もう、やる前から決めつけてました。どうせできない。この年齢だったら、今から始めても遅いっていうのを、やる前から自分で決めつけていたんですね。でも、さっき言ったように、生徒さんたちを見て、私ってなんでやる前からできないって思ってるんだろう。やってから、あ、やっぱりできないって思うならいいけど、もうやる前からできないって決めつけてるなって思った時に、じゃあ、今からでも遅くないかもしれないから、できないかもしれないけど、結果的には。でもやってみようと思って始めました。はい。本当に今、やってよかったなって思います。その3年前、4年前の自分がやらないことを選択するんじゃなくて、やってみる、挑戦してみるっていう選択をしたのは、私は間違ってなかったなと思います。別にそれでできなくてもいいじゃないですか。なんか、じゃあこれは自分には、不得意なことなんだなとか、苦手なことなんだなって分かるだけでも勉強になると思います。なので、もし年齢で諦めてる人がいたら、ぜひ挑戦してみてほしいです。はい。今日は私が英会話を勉強している理由を皆さんにお話ししてみました。皆さんも、外国語を勉強している人、特に日本語を勉強している人が多いと思いますので、皆さんが、日本語を勉強し始めたきっかけなんかも、ぜひコメントで教えてください。で、あと、やっぱり外国語の勉強は継続することが本当に大事だと思います。やっぱり続けないと結果って出ないと思うんですよね。1日、2日、1ヶ月頑張ったからすぐに話せるようになるわけではないと思います。なので、ぜひ皆さん自分のスケジュールに合わせて iTalki で会話の練習をしてみてください。リンクは概要欄にありますので、ぜひチェックしてください。皆さんはネイティブスピーカーとどんな会話をしてみたいですか？あとはどんな目標がありますか？それもぜひコメントで教えてください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また来週お会いしましょう。バイバイ。